ウェルカムトゥ京都、ウェルカムトゥ夢や八幡 TV。本日も歴史について語ってまいります。昨日はですね、五段の送り火ですね。大文字焼きと言いますけれども、五段の送り火というのが正式な名前です。始まりは諸説あるらしいんですけれどもですね、800年代でしょうね、空海がアレンジして始まったんじゃないかという説を私は取っております。それでですね、8月16日ですね、旧暦の7月16日ということだったようです。それでですね、これはどういうことかと言いましたらですね、ヘブライですね、ユダヤ人のカリオの祭り、聖書ですね、それと裏盆宴というのが絡み合っているということですね。お盆ですからね。で、裏盆宴はどこから来たかいうとですね、ペルシャ語のですね、ウラバというので、霊魂という意味から来ていると思われます。それでですね、なぜペルシャなのかと言いましたらですね、聖書ですね、歴史紐解きましたらですね、BC の586年ですね、紀元前ビフォークライスト586年にバビロンの捕囚に遭います。それで70年間、新バビロン王国にですね、捕らえられておったと。それが今のイラクあたりですね。その後ですね、その新バビロンがですね、アゲメーネス朝ペルシャに、征服されます。それでですね、捕囚されていたヘブライ人ですね、イスラエルユダヤ人をですね、モルディカイという方とですね、それのこれ義理の娘さんになるんやと思いますけれども、幼女であったエステルヒューをですね、王の方に嫁がしてですね、その力によって解放されたと。それを祝う祭りというのがですね、2月の今3月ぐらいなんですかねにありますプーリームという祭りでありましてですね、これ聖書のエステル記に出てくるやと思いますけどね、ですからペルシャというのはここでつながっておりましてですね、で70年解放されてイスラエルに戻ったのがほとんどだったようですけれども、戻らずにですね、東を目指した人たちもいたと。これをですね、ミズラヒム住手と言います。東ユダヤ人ですね。それの末裔というのが真の仕事であると言われております。ですから、漢字は真の頃にできたもんであってですね、それに聖書の記述が色濃く残っておるということですね。口変に兄と書いて呪うという意味もですね、ヨセフとそのお兄さん方のことであるというようなことも述べたと思います。それと危機に出てくる送り主がですね、兄さんの八十神にいじめられるという技術が隠されていたりします。ですから日本の歴史を真の歴史を知ろうと思ったら聖書のストーリーは少なくとも理解しとかないかんということを申したと思います。ですから話は戻りますけれども、このペルシャ流れで来たのが裏盆であってですね、裏番ですね。でそのお祭りとしてカリオの祭りがあるんだということですね。カリオの祭りはですね、エジプトに捕らえられていたですね、先ほどのヨセフを頼って70人も
もしくは75人ですね、がエジプトに行きます。で、それをモーセが出エジプトで連れ帰るということですね。そのことを忘れてはいけないと。で、7日間主への日による捧げ物を捧げなさいというような記述があると。これがカリオの祭りであって、この五段の送り火につながっていくんだということですね。で、五段の送り火5つの火が灯されます。8時に昨日、お池ですね、お池橋ですね、お池通りの橋の上からもうあまり見えないんですけれども、どこではですね、ちょこっとしか映りませんでしたですけれどもね、その大文字ですね、大文字はこの大文字、それと船形、妙法、それと左大文字ですね。これは衣笠山のところにあります。灯ります。それと嵐山のところにあります鳥居型。この5つを持って五段の送り火と言うんですけれども、大というのはどういう意味かと言いましたら、この漢字端法でですね、一人の人ですね。これはイエス・キリストを表すんだと。で、右と左にありますよね。左大文字と右大文字です。それとですね、船形はですね、これノアの箱舟でありですね、宝群れですね。ビフォークライスト586年のバビロンの捕囚の前に、イザヤがですね、神の予言で、アークを持ち出してですね、日本を目指したと。そこは阿波なんであるということですね。最終的に到達したのが阿波の船橋神社であるということです。それを表していると思われます。で、東韓民へひためとか言いますわね。それは、ヘブライ語を直すとですね、ナム八幡大菩薩、八幡いうことでヤホーウェイですね。神様ということを、八幡はヤハタですからね、大菩薩の意味であるということですね。それと妙法ですね。妙法蓮華経の妙法というのもありますけれども、これは大なる法ですから、ノリですから、聖書のことであると。それと鳥居型ですね。これ裏坊やは一般的には仏教の祭りであるというふうになっておりますけれども、鳥居は神社ですよね。これはおかしいじゃないかということですね。私もちょこっと夜勤のバイトで嵐山の旅館に行ってた時がありましたですけれども、嵐山で見えるのは鳥居型であるということですね。鳥居戻と言います。それで、にが灯されますね。で、この鳥居の上取り入れてですね、これがヨットですね。で、ヤハウェイというのをですね、こう上から読んでいったらそういうふうに当たるということですね。ですから、五段の送り火はですね、表立ってはですね、仏教のご先祖様の霊魂を慰める祭りであってですね、その裏にはですね、ユダヤのですね、カリオの祭りであったりですね、その聖書の記述というのが隠れていてですね、それをアレンジしたのは空海であるということですね。で、空海は讃岐の人ですからね。すべて88箇所も、88やで十字架の8ですから、十字架ということですね。ヤファウェイの神です。ヤファウェイとまで言うのは失礼というか、名前を見たり呼ぶないんで、聖書に出てきますよね。
で、普通、やだけ言うんですけれども、えんやらやのやですね。今は、それも失礼であるということで、神に対して、主に対して失礼だということで、ユダヤ人なんかは、アドナイと呼びます。アドナイ、アーメンというふうに唱えます。ということで、その裏には聖書の記述が隠されているんだということですね。よってですね、空海の密教というのは裏にはキリスト教があるんだと。で、一般的に今の言われているキリスト教じゃいますよ。ネストリウス派って言われるですね、原始キリスト教ですよね。その教えが裏に隠されているということです。本日はここまでにさせていただきます。どうもありがとうございました。チャンネル登録、いいねボタンよろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。